はい、こんにちは、上野です。本日はアジサイを撮っていきたいと思います。はい、でアジサイの、撮り方は去年やりましたので、今回はまた広角、標準、望遠の3つで、それぞれの撮り方をご紹介したいと思います。はい、まずは超広角ズームを使って撮っていきます。今日が残念ながらちょっと雨になってまして、空が真っ白で白飛びしやすいですので、空をなるべく入れないように撮っていきます。でまず撮っていくのがここのアジサイにピント合わせて撮っていきます。で超広角の縦構図に変更しまして、ここをこういう感じで切り取っていきます。でアジサイだけじゃなくて背景が、竹が生えている山になってるんですけど、この辺だけちょっとぽっかり空いてますので、せっかくならこの竹のところを入れて撮っていきたいと思います。で動画では分かりにくいと思うんですけど、竹のこの空いているところ、ここだけちょっと明るくて、この端っこの方は暗くなってますので、ちょっとこう目線誘導するような感じになるので、縦構図でこういう感じ、アジサイを手前に持ってきて、で中間に他のアジサイがあって、奥にちょっと明るい竹林があるような感じで撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。手前のアジサイにピント合わせて、背景はちょっとぼかしていきますので F 値は5に設定しました。で、シャッタースピードは50分の1秒出てまして、ISO感度はオートの100になっています。で白飛びを抑えるためにハイライト重点速攻を使って露出値プラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のアジサイにピント合わせて F 値5に設定したことで、背景はグラデーションで、ボケていくような感じで撮ってみました。で構図は縦構図を使いまして、3分割の左下のところにアジサイを配置しています。で竹のところだけちょっと明るくなってまして、手前の暗い感じから奥に、言うたら、右下から左奥にかけてこう目線がいくような感じの写真にしてみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきましょう。手前にアジサイがあって、奥にちょっと印象的な木がありますので、これを背景に入れて撮っていきたいと思います。アジサイのところはローアングルから構えることでアジサイを三角構図みたいにすることができますので、これを横の構図で撮っていきます。で画面の下のところにアジサイを配置して、で背景はこの木を入れて撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。手前のアジサイはできるだけピント合わせたいので F 値は 6.3 に設定しました。でこの場合で、シャッタースピードが40分の1秒出るように ISO感度はオートに設定しています。でここも、白飛びを抑えるためにハイライト重点速攻にして露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のアジサイにピント合わせて、超広角で撮ったことで、これが三角構図を使うことができました。で背景のこの広がっている木がありますので、三角構図でこう執着していたところからまた木の枝でこう広がっていくような、感じの写真を撮ることができました。で空がちょっと白いんで、そこだけが残念ですけれども、雨の日なので葉っぱの色とかアジサイの色はちょっとシックな感じで撮ることができました。それでは次撮っていきましょう。はい、次は標準 50mm の単焦点で撮っていきましょう。まず撮っていくのはここのアジサイになってまして、これを画面の左側、この辺にパーッと斜めに配置するような感じで撮っていきます。で F 値を下げることで、この写したくない地面は隠して見せたいところだけを写して撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。開放 F 値は 1.8 なんですけれども、2.8 までちょっと絞ることでアジサイのところにしっかりピントを合わせていきます。2.8 でも背景はしっかりボケますので、映したくない地面とかは隠して撮ることができます。でここはシャッタースピード60分の1秒出すためにISO感度オートの100になっております。で露出プラマイ0の
で地面を暗く映したいので、ここもハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。アジサイを画面の左側の斜めに配置しまして、で枝もそういうなんていうかな、左上から真下にかけてこう描いて曲がってきてくれてますので、ちょっとこう躍動感のあるような写真になったんじゃないかなと思います。F 値は 2.8 に設定したことで、上のアジサイの花びらはしっかりピントが合ってまして、下側はちょっとこうグラデーションでボケていってくれてます。で地面はハイライト重点速攻とぼかしたことで、映らない、黒い背景にすることができましたので、アジサイのこの緑の葉っぱとかアジサイの色がより目立つような写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきます。縦位置はもうこんなところから、撮りまして、まず画面を2分割で分割して、下側にアジサイを配置します。で背景は竹やぶを入れて撮っていきます。今ちょっとこの動画やと多分白飛びしてるんでわからないと思うんですけど、ここだけ光が当たってて、白いお花でちょっとピンクで、こっちが真っ白なアジサイが咲いてまして、で上はこのなんかな、木の枝のこれが入ってきてて、こっちは竹やぶで、四隅をそれぞれ、違う要素で作ることができますので、ここを正面から撮っていきます。でど真ん中にちょっとこの枝も入っててなんかいいかなと思ったので、ここ撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。手前のアジサイ全体にピント合わせたいので、 F 値は 5.6 まで絞って撮っていきます。でシャッタースピード80分の1秒出すために ISO 感度はオートの100になっています。ここは露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使うことで、手前の白いアジサイは、適正露出にしまして、背景の竹やぶをちょっと暗い雰囲気にして撮っていきます。そうすることで背景が暗くて手前の白いアジサイがより目立つと思いますので、そういう設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。正面から撮りまして、写真の四隅にそれぞれ違う要素を配置して撮りました。左上は木の枝、左下はピンクのアジサイ、右下は白いアジサイで、右上は暗い、竹やぶの分になってまして、それぞれ違う要素を片っこに配置しました。で真ん中にちょっとこの木の枝の新しいやつかなが生えてきてまして、背景は竹やぶになってますので、ハイライト重点速攻で撮ったことで暗い背景にすることができました。そのおかげで手前の白いアジサイの色がより目立ちますし、全体的にバランス良くなったかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は望遠レンズで撮っていきます。望遠レンズやと圧縮効果使えるんですけれども、ここは長い通路になってまして、で奥の最後はこうキュッと左にカーブしてますので、この奥行き感を生かして撮りたいかなと思います。で立ったまま撮ると普通の写真になるので、カメラをローアングルに構えて撮っていきます。で3分割の一番下のこの線のラインのところに地面を配置して、こういう感じかな、配置して、で上のこの、木とかも入れつつキュッといって左に曲がる、そういう奥行き感を出して撮っていきます。でピントの位置は奥に合わせすぎても手前に合わせすぎてもいまいちなので、中間のあたりにピントを合わせて撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。全体にピントを合わせすぎない写真を撮りたいので F 値は4に設定しました。で ISO 感度オートの250になってまして、それでシャッタースピード2000分の1秒出すことができています。でここも空が入ると急にこの下の地面とかアジサイが暗くなってしまいますので、ハイライト重点速攻にして撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の一番下の横のラインにこの地面のところを配置しまして、でピントの位置を
真ん中ぐらいの奥行き感でいうと真ん中ぐらいの位置に設定したことで、手前の地面はボケて、また奥の左にキュッと曲がっている地面はボケています。そうすることで奥行き感を感じるかと思いますし、望遠レンズで使ったことで、この、すごい長い通路なんですけども、それをギュッと圧縮して撮ることができました。で、下が地面、真ん中のところら辺がアジサイで、上が新緑の緑となってますので、これもバランスよく撮れたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここ撮っていきます。ピントを合わせるのはここのアジサイになってまして、まず、ここ歩いてて、これが綺麗だなと思いましたので、周りがこの緑で囲まれてまして、でここ真ん中が白くて端っこが紫のアジサイになってまして、より目立つかなというところがあって、多分これが綺麗だと思ったのでこれを取っていきます。でちょっと引いてみた時に引きすぎた、ここをねアップで撮ろうと思ったんですけども、ここの道みたいなところ、向こう側、今逆光なんですけど、向こう側からちょっと光が入ってまして、その光の感じも綺麗だったので、ここも入れて撮っていきます。でこっちの青いアジサイであったりとか、下にあるアジサイは今回の写真では邪魔なので、望遠でぐっと寄りまして、一番見せたい緑の葉っぱの周りにあるこのアジサイと、光向こうから木漏れ日が来ているこの道を切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ピントを合わせたアジサイ以外はもうボケさせて撮っていきたいので、 F 値は 2.8 に設定しました。ISO感度はオートの500になってまして、それでシャッタースピードが125分の1秒出ております。で露出はちょっと下げてマイナス 0.7 に設定して、ハイライト、重点速光組み合わせて使っていくことで、暗いところはより暗くで、明るいところは適正な明るさで撮れますので、一番撮りたいアジサイのお花と、道の木漏れ日みたいなところだけが目立つような写真にできると思うので、この設定で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。カメラの設定で狙った通りの写真が撮れたかなと思います。明るいアジサイのところがハイライト、重点速光と露出値を下げたことで写真全体でも明るく見えてまして、その他のところは、グラデーションで暗くなってますので綺麗に撮れたかと思います。アジサイの配置は3分割の右上の交差点に配置しまして、で右側のこの葉っぱのラインがちょっと斜めになってまして、左上の木漏れ日の明るさもこっち手前側に向かってきてくれてますので、奥行き感であったりとかバランスのいい写真になったんじゃないかなと思います。はい、本日は広角、標準、望遠の3つのレンズを使ってのアジサイの撮り方をご紹介しました。それぞれレンズの特性というのがありますので、それを生かして撮ってあげることでいろんなバリエーションの写真を撮ることができます。なのでこれからアジサイの撮影に行かれる方はぜひ真似してみてください。で今日はだいたい撮ったのと、動画ではわからないと思いますけれども、今すごいざんざん雨が降ってますので、そろそろ帰りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。